いただきます。おはようございます。とうこママです。子供6人を育てる母です。子供6人いながら育児に家事、そして仕事、どうやって毎日過ごしているのと聞かれることも多いです。今日は朝起きてから寝るまでの私のリアルな一日を記録してみました。この日は平日。平日の朝は週に3回ぐらい YouTube でお弁当作りのライブ配信をしています。なので朝一に身支度を済ませます。肌には何も塗らないのが一番肌にいいことに気がつき、大したメイクもほとんどしていません。なのでかなり時短です。この数年は夏に日焼け止めを塗るのと目元のメイクを少ししているぐらいです。朝6時、ライブ配信を始めるので急いで昨晩の食器を片付けます。お弁当作りのライブ配信は楽しみにしてくれる方も多く、朝6時からという早朝にもかかわらず500名を超える方がいつもライブで見に来てくれています。いつもありがとうございます。巻きしたな。巻きした。あんじゃ、おむつ替えとこか。はいよ、寒いね。もうちょっと寝ててちょうだい。末っ子が目を覚ましました。飲もうか。ね。あったかいわ。明け方に起きた時はおむつを替えてミルクをあげるのがいつものルーティンです。急がないと。朝のライブで作るお弁当の材料を用意します。息子たちのフィッシュバーガーが食べたいとのリクエストで、昨日米粉でバンズを焼きました。タラのフライとレタス、タルタルソースを挟みます。付け合わせはポテトです。あー、冷たい。冷たい。急がないと時間が。朝のキッチンはかなり冷え込みます。ライブ配信の機材を用意します。YouTube と Instagram で同時配信しているので、タブレットとスマホを使っています。この DJI のマイクがお気に入りです。料理中は動いたりするので、ピンマイクがあると安心です。もうすぐ6時。さあ今日もおしゃべりを楽しみながらお弁当作りです。では始めていきますね。1月13日朝6時です。朝ライブ始めます。トークママです。子供6人育てながら、YouTube ひらり家のご飯をやってます。フィッシュめっちゃ美味しそう。めっちゃ綺麗に上がった。綺麗に上がったね。よし、OK。上がりました。今日はフィッシュ。こんな感じでと
とりあえずいただきます私が食べたかったうんうんうん、美味しい。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それじゃあ今日も一日頑張りましょう。それじゃあね、またね、バイバーイ。ライブ配信が終わったので子供たちの朝ごはんの準備です。できたというか、これからハンバーガー包まないと。包まないです。ちょっと待って。普段はご飯と味噌汁、お弁当のおかずの残りで朝ごはんにする日が多いです。今日は子供たちこのフィッシュバーガーを食べるのを楽しみにしていたので、バンズの3つ分は朝ごはんにしようと思います。米粉で作ったバンズは大きめに作ったので食べ応えもありそうです。配信中にタラフライとフライドポテト、タルタルソースを作りました。これレンチンするからさ、これ30秒ちょっと温めて、これ。30秒。米粉パンは温め直すと焼きたてのようにふんわりします。レタスとタラフライを挟みます。ママ、お米ある？お米あるよ。お米も食べて。足りないからこれじゃん。1個でいいかな。タルタルソースはゆで卵を潰し、アクセントにらっきょうを加えました。ありがとう。フィッシュバーガーの完成です。これは子供たちも喜んでくれるはず。ちょっと数ないから切るからね、これ。パン食べたい人、これパン。お弁当のパンだけどさ、これ。みんな半分ずつしかないけど、あと足りなかったらご飯食べて。いいよ、食べて。これスープもあるからね。お椀持ってきて。何スープ？今日豆乳白菜スープ。機嫌が悪い子が1人、出発ギリギリに目覚めたのが嫌だったようです。なるべくおかずはいつも多めに用意しているのですが、人数が多いとあっという間になくなります。りんごもあるからね。食べるかい？ちょっと待って、切っちゃうから。急がないと。で、パン足りなかったらご飯入れて食べてよ。お、山盛りだ。りんご切れたよ。子どもたちの出発前は本当にバタバタです。近くの学校に通っている子たちは出発の時間です。いってらっしゃい。お弁当を詰めていきます。これ向こうでさ、自分でさ、包んでね。レタスとタラとポテトは包まなくてもいいけど。米粉パンはどうしてもパサつきやすいので、パンは一度冷凍して自然解凍させることにします。自分たちで挟むスタイルです。このまんまさ持ってって。これ冷凍してあるからお昼になったらもうちょうど食べ頃になってるから。なってないでしょ。
最後にりんごを詰めれば子どもたちのお弁当の完成です。白菜の豆乳スープも保温ポットに入れて持たせます。寒い季節は温かいスープがあると体が温まりますね。お弁当が完成したら写真を撮ります。これもいつものルーティン。YouTube ライブのサムネイルに使ったり、Instagram のストーリーに載せています。弁当持っててよ。ほら着替えてようちゃん、行く準備しよう、ね、髪の毛もやらないと。髪の毛先やろうか。三女は幼稚園、まだ準備が一人ではできないので声かけをしながら進めます。三女の送迎はファミリーサポートの方にお願いしています。おはよう。もうさ、お着替えしてきて。お着替え行く時間だよ。もうはい行くよ。少し遠めの学校に通う子どもたちも出発の時間です。はいはい、いってらっしゃい。ちょっと待っててよ。寒いね。子どもたちが全員出発してやっと一息と行きたいところですが、朝ごはんの洗い物をしていきます。末っ子は自己主張が出てきました。やっぱりママの抱っこがいいようです。寝てるのも飽きちゃったのかな。抱っこがよかった。パソコンを出して仕事を始めます。まずは今日一日のタスクを書き出して頭の中を整理します。朝に撮影したお弁当の写真を使って YouTube ライブのサムネイルを作ります。タイトルはフィッシュバーガー弁当。日本語でのライブにもかかわらず、最近は海外の視聴者も見てくれているようで嬉しいです。最近は末っ子が起きている時間も増えてきたので、いつもこんな感じで仕事をしています。コードを引っ張ったり、スマホを落としたりとなかなか大変です。抱っこしていたら寝てくれました。午前中は昼寝の時間なのでたっぷりと寝てもらいましょう。これでようやく一息。冷凍しておいた手作りのナッツやレーズンをたっぷり使ったパウンドケーキをお供にコーヒータイムです。末っ子が寝ている間に今週公開分の YouTube の編集を進めます。編集者さんがある程度形にしてくれた動画にナレーションをつけていきます。結構油すごいですよね。中まで浸透してますね。そう。掃除するのは大変です。
週に1回お願いしている掃除業者の方が来てくれました。台所、床、トイレ、お風呂の掃除など手が回らないところは掃除業者さんにお願いしています。子育てしながら全部自分でするのはやっぱり難しいです。その間に仕事を進めます。末っ子が昼寝から目を覚ましました。今日はたっぷり2時間も寝てくれました。あーよく寝たね。あはよ。ミルク飲もうか。お腹空いたでしょ。おいしいね。お腹空いたね。これ見て。ちょっと待って。ママもそろそろ休憩にしようかな。ちょっと待って。ママもご飯にしようかな。リコだ。ミルクタイムが終わったら私のお昼ご飯の時間です。お昼は家で食べることが多いので、子どもたちのお弁当を作るときに私の分も作るようにしています。子どもたちに朝ごはんに食べられてなくなってしまうこともありますが、私もフィッシュバーガーでお昼ご飯です。すごい。これは美味しい。ご機嫌だね。ママもご機嫌だわ。お昼ご飯食べて。今日は掃除屋さんにキッチンメインで掃除をしてもらったのでピカピカです。キッチンが綺麗だとまた料理がしたくなります。寝てるところを見よう。お散歩行こうか。眠いかな。行くよ。寒いからね、お外。昼過ぎに末っ子と一緒に散歩に行くのが日課です。外は寒いので暖かくして出かけます。行きますよ。ずっと家にいると私も運動不足になるのでベビーカーをしながら歩いてきます。それではお散歩に行ってきます。お散歩は河原を歩きながらスーパーで晩ご飯の材料を買うのがいつものルートです。息子は外に出るといろんなものに興味津々です。明日の夕方は私が主催するオンライン料理サロンのレッスンです。家でも簡単にできるおうち中華を作るので、その材料を買ってきました。散歩に行って少し疲れたのか眠くなってきたようです。おーよ、どうした？眠たいかい？時刻はお昼の3時。次は来月のサロンのレッスンの試作です。
来月のテーマはお魚料理を考えています。スーパーで安く売っているお魚のアラ、上手に使えていますか？美味しく食べるためには魚の臭みを取ったり、鱗を取ったりと魚の下処理は大切です。そのあたりがしっかりと学べるレッスンにしようと思っています。タイのアラ煮は子どもたちも大好きな一品。骨の周りや頭はうまみたっぷりで美味しいですよね。仕上げに白髪ネギと針生姜をのせます。焼いたししとうをのせると料理が引き立ちます。やっぱり魚の煮付けは美味しいですね。優しい味わいです。美味しい。サロンで紹介する料理は事前に試作をし、レシピを考え、写真を撮り、レッスンでしっかりと伝わるように料理のポイントを書き出しています。普段の YouTube とは違い、家庭料理をより深く学べる内容にしています。夕方、末っ子が寝ている間に YouTube の編集を進めます。まずい。お迎え忘れてた。じゃあちょっと待ってね。ミルクあげるから。そしたらお迎え行こうか。今日はいい感じに進めていると思っていたのですが、下の子たちのお迎えに行くのをすっかり忘れていました。ファミリーサポートの方が来ない日でした。ミルクを飲ませたら急いで迎えに行ってきます。三女の幼稚園、次女の学童と2カ所のお迎えに行ってきました。お迎えに行ってきただけなのに1時間半もかかってしまいました。上の子たちも帰ってきていました。夕方のこの時間は車も混むし、末っ子を連れて寒い中駐車場から歩いたり、迎えに行っても子供が帰る準備をしてくれなかったりと、お迎えに行っただけなのにものすごい疲労感です。なんだか疲れちゃって今日は料理をする気にもなれません。昨晩作った牛すじ大根の煮物があるので、これを温め直そうと思います。これさ、あとさ、どうしようか。お肉焼いて今日豚丼でいいかな。もうダメだ。疲れたよ。料理を手伝いたいと思います。ありがとう。お肉焼いてご飯のせて食べようもん。ママ休憩していい？これママのレシピサイトに豚丼の作り方載ってる。甘辛豚丼。よし、やろうか。オッケー？これでちょっとお願い。置いとくから。あれ、材料はある？材料あるの？もうこれ全部使っちゃっていい？全部使って。疲れた時は息子が頼りになります。食べやすいサイズ。お肉を焼いてタレを絡めるだけの甘辛豚丼を作ってもらいます。私はちょっと休憩です。広げるから食べる。お肉を両面焼いたらお皿に一度取り出します。こっちもあれ鍋持ってくか。い
つもは私が料理を作って子どもたちに盛り付けてもらうことが多いですが、今日は交代。子どもたちは楽しそうなので良かったです。昨日の牛すじ大根。牛すじの煮込みは1日経っているので味がより馴染んでいるはずです。お砂糖がさ、こんだけしかジャム作るのに使ったんだ。ザラメでいけるかな。いけるかな。行ってみよう。砂糖と水をフライパンに入れて火をつけてカラメルを作ります。みりん、酒、醤油は合わせておいて、フライパンのカラメルができたら加えます。砂糖と水はしっかりとキャラメル状になるまで加熱するのが香ばしさを出すポイントですが、今日は子どもたちが作ったのでできているかは怪しいところですが、いいでしょう。ここに焼いた豚肉を戻します。次女がご飯を盛り付けてくれました。ご飯が進む甘辛味の豚肉です。子どもたちが豚肉の枚数を数えながら平等になるように盛り付けてくれました。今日の晩ご飯は子どもたちが作った甘辛豚丼、昨晩の残りの牛すじの煮込み、昼間に作った鯛のアラの煮付けです。さあ、みんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。今日はみんなが作ってくれた豚丼だよ。イエーイあとさ、これタイ煮たのあるから。やった。ザラメ結構いい。ザラメいい？ザラメに作ったけど。顔。うまい。お魚入れるよ。ダメ。じゃあ抱っこしようか。よいしょ。やっとご飯だわ。よいしょ。ちょっと待って。乾燥しないよ。いただきます。おいしいね。ちょっとさ、ママ疲れたからママにビール取ってよ、ビール。気をつけてよ。何ビール？ありがとう。ありがとう。注いでくれんの？嬉しい。飲めちゃダメだって。はい、おー、すごい。ありがとう、いただきます。すごい。美味しい。飲みたい。まだあるよ。ありがとう、今日も一日よく頑張った。のんびりとご飯を食べていたら時刻は夜の8時。上の子たちは勉強の時間です。いいんじゃない？ここだけ単位がない。晩ご飯の洗い物をしたいところですが、息子たちの勉強に付き合います。いつもは主人が今の時間には帰ってきて下の子たちのお風呂を入れてくれるのですが、今日は仕事が忙しいのか帰ってきません。下の子たちとお風呂に入ってきます。お風呂から上がってきました。まだ息子は勉強を頑張っているようです。じゃあおやすみ。あみちゃんも寝るよ。
下の子たちも自分たちの部屋で時間になったら寝てくれるようになりました。ほら、お風呂入っといで。ほら、勉強終わりにして。明日起きれなくなるよ。あんちゃん泣いてる。おやすみ。寝る。はい、みーちゃんも。はい、おやすみ。おやすみ。はい、おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。私も子供たちと一緒に寝たいところですが、たまった大量の洗い物を片付けます。晩ご飯の食器にフライパンや鍋、お弁当箱、水筒は人数分。哺乳瓶は消毒をして、夜中のミルクを事前に測っておきます。子供の人数分、どうしてもやることが増えて、気がつけばこの時間です。子供6人を育てる私の1日のルーティーンでした。それではおやすみなさい。左家のご飯公式 LINE からパラパラチャーハンの作り方など無料動画を3本プレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてね。また次の動画でお会いしましょう。